んにちは。今回はパートワークベンチの基本機能であるプリミティブとブーリアンを使って背景に表示しているような充電ケーブルも通せるスマホスタンドを作ってみます。パートワークベンチはシェイプを直接扱うワークベンチです。プリミティブはパートワークベンチが最初から用意している基本形状です。立方体や円柱などの形状で材料のようなものと考えると分かりやすいと思います。そしてブーリアンはその材料をくっつけたり削ったりするための加工機能です。フューズで結合し、カットで削り、コモンで重なった部分だけを取り出すことができます。今回はプリミティブを配置してブーリアンで加工してスマホスタンドを作るというパートワークベンチの最も基本的な流れを体験していきます。フリーキャドの中では一番直感的で簡単なモデリング方法です。ただしこれ単体で済ませる使い方は超初心者の方にはおすすめしません。理由は他の動画で解説していますので動画概要欄をご覧ください。ではまずプリミティブから確認していきましょう。プリミティブとはあらかじめ用意された基本形状のことです。パートワークベンチが最初から持っている材料のようなものです。木材やブロックのようにまず材料を置いて削ったりくっつけたりして形を作るイメージです。パートワークベンチでは立方体、円柱、球体、円錐、トーラスなど様々な基本形状を作成できます。例えばキューブは立方体、シリンダーは円柱、スフィアは球体、コーンは円錐です。これらは単なる作図補助ではなくフリーキャドが扱うシェイプそのものとして作成されます。つまり作成した時点ですでにパートワークベンチで加工できる材料になっています。作成した形状はモデルツリー上に追加されています。例えばこのように立方体から円柱形状を切り抜くというような加工をすることができます。次にブーリアンについて確認します。ブーリアンとは複数のシェイプを組み合わせたり削ったりするための機能です。代表的なものとして3種類あります。まずフユーズ、これは複数のシェイプを結合します。例えばこの円柱と球体をフユーズすると一つのシェイプとしてまとまります。次にカット、これは一方のシェイプでもう一方のシェイプを削ります。例えば円柱を使って球体に穴を開けることができます。最後にコモン、これは2つのシェイプが重なった部分だけを残します。言い換えれば共通している部分だけを抜き出す機能です。例えば2つの形状が交差しているとき、その交差している部分だけを取り出したい場合に使います。複雑な形状の交差断面を作ったり重なり具合を確認したいときに便利です。フユーズやカットと比べると使用頻度は少ないのですが、重なった部分だけ欲しいという場面ではコモンを使うと簡単に取り出すことができます。このようにブーリアンを使うことで単純なプリミティブから複雑な形状を作成できます。それでは実際にスマホスタンドを作ってみます。今回はキューブを基本形状としてプリミティブの配置とブーリアンを使って作成します。まず土台となるキューブを作成します。説明しやすいように少し大きめのサイズで作っています。レングス 80mm、 ウィドス 80mm、 ハイト 90mm に設定します。このキューブがスマホスタンド全体のベースになる形状です。次にスマホを置くための斜面を作ります。土台のキューブを斜めに削るためのキューブを追加します。こちらも土台と同じくレングス 80mm、 ウィドス 80mm、 ハイト 90mm に設定します。説明用の寸法ですので実際に作る場合はお好みで調整してください。このキューブを X 軸を回転軸としてマイナス20度回転させます。続いて本体を削って斜面になるような位置に配置します。ここでは Y 座標がマイナス 40mm、 G 座標が 50mm と設定します。配置したキューブを使ってブーリアンカットを実行します。カットするときは残したいシェイプを先に選択し、その後削るシェイプを選択します。この順番で選ぶとどちらを残すかが明確になります。
では土台側のキューブを選択して、次に斜面側のキューブを選択してブーリアンカットを実行します。これでスマホを置くための斜面ができました。このようにパートワークベンチでは必要な形状を別のシェイプと組み合わせてブーリアンで加工していきます。次にスマホが滑り落ちないように前面へストッパーを追加します。新しくキューブを作成します。サイズはレングス 80mm、 ウィドス 19mm、 ハイト 45mm としています。お使いのスマホに合わせて自由に変えてください。では先ほど作った本体の形状とストッパー用のキューブを選択してブーリアンフユーズで結合します。これでスマホを支える部分が追加されました。ここまでで基本的な形状は完成しました。キューブを3つ使ってくっつけただけで超簡単に形状が作れました。ただご覧の通りこのままではカクカクしていて見た目も手触りも悪いです。例えば円柱などの丸みのあるプリミティブを組み合わせれば滑らかな形状を作ることもできます。しかし全ての角の丸みまでプリミティブだけで表現するのは大変です。そこで最後にフィレットを使って角を丸めて見た目を整えます。では形状を選択した状態でフィレットを選択してください。今回は形状の角をまとめて丸めるために面を選択を使います。3D ビューで面を選択していきます。面を選ぶとその面に含まれるエッジが自動で選択されるので細かいエッジを一つずつ選ぶ必要がなく作業がとても楽になります。フィレットの半径を 5mm と設定します。これで見た目が大きく改善されました。プリミティブとブーリアンは形状を作るための基本機能ですが、フィレットなどの加工機能を組み合わせることでより実用品に近い形状を作ることができます。ここでもう一つパートワークベンチらしい加工を追加してみます。スマホスタンドとして使う場合、充電ケーブルを通す穴が必要です。そこで完成した形状に対してさらにカットを追加します。ここがポイントなのですが、パートデザインの場合、フィレットをかけた後にさらに形状を削ったり追加したりするのは壊れやすくなるためご法度とされています。一方でパートワークベンチは違います。これまでの工程で出来上がった形状をそのまま次の加工の材料として扱います。そのためフィレットを行った後から新しい形状を追加したり削ったりしてモデリングを続けても不具合が起きにくいという特徴があります。今回はこのパートワークベンチの特徴を使ってケーブル用の溝とコネクタ部分をはめ込む溝を追加します。ではまずはケーブルを通す溝のキューブを作成します。ケーブルやコネクタの種類によって必要な寸法が変わるためお使いの環境に合わせてサイズを設定してください。ここでは映像の見やすさを重視して少し大きめの寸法にしています。溝の位置は本体背面からスマホのコネクタ位置まで届くように設定します。では本体を選択してケーブルの溝を選択してブーリアンカットを実行します。これでケーブルを通す溝が完成しました。続いてコネクタ部分をはめ込む溝のキューブを作成します。こちらのサイズもケーブルの溝と同様にお使いのコネクタの大きさに合わせて設定してください。溝の位置はスマホのコネクタ位置に合うように設定します。また本体の斜面に合わせて X 軸を基準としてマイナス20度の角度をつけます。では本体を選択してコネクタ部分の溝を選択してブーリアンカットを実行します。これでスマホスタンドの完成です。今回はパートワークベンチの基本となるプリミティブとブーリアンを使ってスマホスタンドを作成しました。パートワークベンチではキューブやシリンダーなどの基本形状を作り、それらをフユーズやカットで組み合わせることで目的の形状を作っていきます。フリーキャドでは最も簡単なモデリング方法です。ただし細かな丸みや複雑な形状はプリミティブだけで表現するのは困難です。現実的にはフィレットなどの他の機能を使ったり様々なワークベンチを組み合わせながら形状を作っていくことになります。
それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。